SM プレイの最中に殺害されてしまった男性。金融業界の重鎮である彼と愛人のいびつな関係とは。2005年3月1日、スイス西部の都市ジュネーブ、高級アパート5階の外廊下には管理業者と数人の男性が。何事もないといいんですが、男性たちはフランスに本社を持つ投資ファンドの幹部社員。その日は社長のウィリアムが出席せず、連絡をしても一向に応答がなかったため、彼の自宅へ向かうことに。一人暮らしのウィリアムのこと、誰にも知られずに病気で倒れていたりするのではないか、そんな不安を募らせながら管理業者に従い、その部屋へ踏み込んだ社員たち。彼らは寝室へ差し掛かったところで思わずその目を疑いました。社長、これは一体どういうことだ。そう、寝室では確かに社長のウィリアムが死んでいたんです。 SM 用の全身タイツを着て縛られた状態で。 SM 用の全身タイツ姿で死んでいた投資会社の社長。犯人が彼に抱いていた複雑な恋愛感情とは。男性は死の間際、絶対に口にしてはならない言葉を放っていたんです。おそす、セブンの冷凍のケンちゃんです。やみこです。どういうこと？あんたセブンの冷凍の銀だこより銀だこ普通の銀だこの方がうまいっていう当たり前の説です。そっちいや普通の銀だこよりセブンの方がうまいならまだ驚きなんだけど、まあそうでしょうねの情報でしかないんだけど、どういうこと？なので皆さんね、銀だこはぜひ店舗でお買い求めいただければと思います。本日ご紹介するのはスイスの殺人事件なんですけれども、この事件、被害者の男性がね、とんでもない姿でもう殺害された現場でね、発見されたっていうことで、結構ね、その人にとって不名誉な内容で有名になった事件なんです。それは何なのかしら。犯人が被害者をからかってたのか、ちょっと警察をからかってたのか、どういう意図なのかしらね。それも含めてね、皆さん予想しながらぜひ見ていただければと思います。そもそもこの男性を殺した犯人は一体何者なのでしょうか。犯人の正体から被害者がなぜその格好で亡くなってしまったのかも見えてくるんです。敵の多い男。2005年3月1日、スイス西部の都市ジュネーブ。これは殺し屋の仕業かもしれないな。高級アパート5階の一室へ駆けつけた警察の前に姿を現したのは、ラテックス製の全身タイツに身を包んだ中年男性の遺体。彼は縛られて身動きの取れない状態で、頭部に2発、胴体に2発の銃弾を受け亡くなっていました。被害男性のウィリアムはフランスの投資会社の社長。金融業界では名の知れた人物で、約7年前に設立されたこの会社も大きく注目されていました。銀行家の息子として育ったウィリアムは、経営が傾いていた父親の銀行を20代で継承。自身の銀行を売却した後は、世界27カ国に拠点を持つ国際銀行の重役となり、その後紆余曲折を経て独立したんです。そして恥ずかしめのような格好で殺されてしまったウィリアムの様相に、警察はマフィアや政治絡みのトラブルを想定。実はウィリアムは過激な経営方針から時に敵を作ってしまうことがある経営者だったんです。超がつくぐらいのエリートじゃないのよ。過激な経営方針ってのが気になるわね。どういうこと？ウィリアムはね、経営者としては凄腕ではあったんですけれども、容赦なくね、身内を切り捨てるってことで、結構敵も作ってたみたいなんです。ウィリアムの経営スタイルはしばしば攻撃的で、20代で父親から銀行を引き継いだ際も、父親を経営陣から追い出したのはウィリアム自身でした。またウィリアムは気分で社員を解雇してしまうことがあり、中には休日出勤を拒否しただけでクビになったものも。国際銀行を辞めて独立したのも、役員や会長との衝突が絶えなかったため。そして投資会社を設立してからのウィリアムには、それこそ命を狙われかねない事情が付きまとっていました。ウィリアムの会社はベンチャー企業を中心に多額の投資を行っていましたが、中にはロシアマフィアとのつながりが噂される案件も。またウィリアムは2004年にとある企業の虚偽会計を指摘し、訴訟を起こしていました。その企業とのいざこざで以降は命を狙われる立場にあったといいます。ウィリアムが射殺された際の銃は彼の自宅にあったものですが、銃を所持するようになったのも虚偽会計の訴訟の一件から。このようにウィリアムはいつ誰に殺されても不思議ではない状況に置かれていたんです。しかし警察や世間の憶測は大きく外れ、ウィリアムを殺害したのは彼にとってもっと身近な人物でした。来たぞ！事件から約2週間後、チューリヒ空港の税関で警察に取り押さえられたのは、ブロンドの髪を長く伸ばした華奢な女性マルグリット。彼女はウィリアムの4年来の不倫相手でした。
意外。犯人女性だったの？その不倫相手ってことは恋絡みとかのいざこざなのか、まあだとしても恥ずかしめるような格好でさ殺してたっていうのはもう恨みがあるわよね、確実に。実はね、ウィリアムが亡くなった時にしていたあの格好は、マルグリットのね、恥ずかしめとか腹いせとかね、ではなく、実は2人の趣味だったんです。一体2人はどのように出会い、今の関係になったんでしょうか。ハレンチな暮らし。2001年、フランス・パリ郊外のマルグリットの自宅を訪れたウィリアムは、室内の装飾や並べられた絵画を前に興味深そうにうなずいていました。素晴らしい。僕のアパートの室内装飾も一度お願いしたいものだな。この少し前にアートギャラリーのオーナーを介して知り合ったウィリアムとマルグリット。マルグリットは芸術の才能があり、自宅に自作の彫像や絵画などを数多く飾っていました。そんな彼女の才能に惚れ込み、ウィリアムが自宅アパートの室内装飾を依頼したことが2人の関係の始まりだったんです。そして次第にマルグリットとウィリアムの関係は恋仲になっていきました。ただ周囲の人間は彼らの仲を特に気にすることもなかったんです。マルグリットには夫がいましたが、夫との肉体関係はなく、ウィリアムとの不倫も容認。またウィリアムには愛人が複数人いることを誰もが知っており、周囲からすればマルグリットもそのうちの一人でしかないという認識だったんです。なんか不倫をさ容認してるとか、愛人が複数人いてもいいとか、ちょっと日本人の我々からするとなかなか想像がつかない世界観なんだけど、大丈夫なのこれ？実はね、フランスっていうのはね、世界で最も不倫に寛容な国と言われてる。ほほほ。というわけで本日のメトラキーワード、フランスの不倫事情について。フランス人の不倫に対する価値観は日本人とは大きく異なります。2015年、フランスの週刊誌がオランド元大統領の妻とある政治家の愛人関係を報道。身に覚えがなかった政治家は週刊誌を名誉毀損で訴えますが、裁判所は次のような理由で訴えを棄却しました。不倫は現代の風紀において特にモラルに反するとは言えない。よって不倫の噂を立てられたとしても名誉毀損には該当しない。2014年のアメリカ調査機関の統計では、パートナーの不倫を許すと答えたフランス人は全体の53%。不倫に対する寛容さでは世界1位の数値を記録しています。フランスの法律では不倫はちょっとした過失程度の感覚。例えば不倫を原因に離婚したとしても、よほどでないと慰謝料は請求できないんです。不倫に寛容なフランスの事情もあって、周囲にも不倫関係を公認されていたウィリアムとマルグリット。一方で実のところ、ウィリアムが複数の愛人を持つようになったのはマルグリットと出会ってからのこと。ウィリアムが複数人の女性と関係を持っていたのは、マルグリットが複数人でのプレーにハマっていたから。夫のいる身でありながら日々多くの男性や女性と体を交えていたマルグリット。大量にいたウィリアムのガールフレンドもほとんどはマルグリットが紹介した友人だったといいます。そもそもマルグリットはウィリアムのようなセレブではなく、空港の免税店で働くごく普通の販売員。その傍ら売春で多額の資金を得ていたと噂されています。マルグリットは夫との住まいとは別にパリ郊外に家を持っており、その家はジャグジーやサウナを完備した豪華な装い。販売員の仕事だけでそんな家を持てるとは到底思えないんです。マルグリットが自宅に飾っていた絵画や彫像などもほとんどは性的なテーマで制作されたもの。ウィリアムはマルグリットの性に対する情熱と才能に惹かれ、彼女と恋仲になったんです。すごいわね。もうマルグリットはさ、結婚してるのにこんなことできるって、もうこんな性に奔放な世界もあるのね。夫もね、複数人の男性と関係を持つことを、OK って言ってるんで、そんなにね、悪いことをしてるっていう認識ではないみたいです。問題はそこからなぜマルグリットが殺人を犯すに至ったのか。実はウィリアムが彼女の名誉を傷つける発言をしたとされているんです。最悪の侮辱。2004年12月、2人の関係が始まって3年が過ぎたその頃、ウィリアムはマルグリットにこんな話を切り出しました。僕は君と結婚したいと思っている。その愛の証として君の独立資金100万ドルを支援させてほしい。日本円で1億円以上の資金をマルグリットの口座へ送金すると約束したウィリアム。そうやって無類の愛を示そうとした彼の行動に、マルグリットも本気で現在の夫との離婚を考えるように。しかしウィリアムとしてはその場の勢いで約束した部分があったのか、期日になってもマルグリットに100万ドルが送金されることはありませんでした。一方、失望したマルグリットが関係解消を申し出ると、ウィリアムはすぐに100万ドルを送金。しかし後になってから送金取り消しの手続きを取ったんです。こうして迎えた2005年2月28日、煮え切れない態度のウィリアムに痺れを切らしたマルグリットは彼のアパートへ。そこでウィリアムは恋人に対して絶対に言ってはならない一言を言い放ったんです。
その日、ウィリアムの自宅の高級アパートを訪れたマルグリット。二人が顔を合わせれば、互いに考えることは一つだった。今日は僕をたっぷりと痛めつけてくれ。そう言って笑いかけたウィリアムは、ラテックス製の全身タイツに着替え、身動きが取れないように縛り付けられている状態。マルグリットもまた SM 用のスーツに着替えていた。ウィリアムは興奮した様子で行為が始まるのを待っていた。ただ、マルグリットにはその前に確かめねばならないことがあった。始める前に教えて、100万ドルを私にくれるって話はどうなったの？マルグリットがそう問いかけると、ウィリアムは声を上げて笑った。何がおかしいの？眉間にシワを寄せウィリアムに詰め寄るマルグリット。次の瞬間、ウィリアムが放った一言に彼女は凍りついた。100万ドルか。君のような売春婦にそんな価値はないよ。ウィリアムのそのセリフとともにマルグリットの中で何かが壊れる音がした。ウィリアムの発言に逆上したマルグリットはとっさにベッドサイドの引き出しにしまわれていた彼の拳銃を取り出しました。そして縛られて身動きが取れないウィリアムに向かい、至近距離から4発の銃弾を放ったんです。マルグリットの銃弾は眉間に1発、右のこめかみに1発、胴体に2発の傷を与え確実にウィリアムの命を奪いました。殺人が良くないのは当然のことなんだけど、ちょっとこれはね、マルグリットを軽蔑するようなね、良くない発言だったのは確かね。100万ドルの約束っていうのはやっぱりマルグリットの気を引くための出任せだったのかしらね。一度ね、勢いで約束しちゃってね、その後、送金取り消してるってところで言うと、なんかもったいなく感じちゃったのかもしれないですね。ある意味ちょっとダサいですけどね。ウィリアムは会社の経営をめぐって多方面に敵を作っていたため、当初犯人は別にいると考えられていました。しかし警察はすぐにマルグリットの犯行であることを特定。事件当日、現場を走り去った BMW が彼女の夫のアパートへ向かったこと、ウィリアムが着ていた全身タイツに指紋が残っていたことが動かぬ証拠に。マルグリットは一時オーストラリアへと国外逃亡していましたが、スイスへ戻ったところを待ち構えていた警察に逮捕されました。彼女は証拠が出揃うと観念し、凶器を捨てたレマン湖へ警察を案内。ダイバーの捜索によって湖の中からは確かにウィリアムが所持していた銃が回収されました。私は彼が死ぬことを望んだことはありません。許しを請いたい気持ちはありますが、こんな忌まわしいことをしておきながら許しを請うことはできません。裁判においてそう言って被告人席で泣き崩れたマルグリット。またウィリアムの子供たちに対して彼女は次のように語りかけました。私は彼を破滅させたり彼の名を汚したかったわけではありません。彼は私が知る限り最も知的で洗練されていて教養ある素晴らしい男性でした。ウィリアムの軽率な発言もあり、関係者の中には一時の劇場に駆られ殺人を犯してしまった彼女に同情する者もいたでしょう。一方マルグリットのその様子を前にした検察は彼女を次のように断じたんです。被告人は信じられないほどの嘘つきです。検察の指摘は事件直後のマルグリットの行動をめぐってのもの。マルグリットは事件の後すぐウィリアムが送金を取り消した100万ドルについて取り戻す方法を自身の弁護士に相談していました。そしてなんとウィリアムの子供たちに直接電話をかけこうお願いをしているんです。彼は生前私に100万ドルの資金を支援してくれると言った。送金が取り消されてしまったんだけどどうにかお金を返してもらえないかしら。ウィリアムを殺してしまったことは二の次で結局お金のことしか考えていなかったと取れるマルグリットのその行動。二人の間に果たして愛はあったのでしょうか。それとも本当に性欲を満たすためだけの関係だったのでしょうか。2009年6月18日第1級殺人の罪に問われたマルグリットは懲役8年6ヶ月の刑に。裁判を待つ中でウィリアムの死を少しずつ実感した彼女は自殺未遂をしており、そうした精神状態も加味しての判決とされているんです。結局マルグリットは裁判を待っていた4年を含む5年の勾留を経て2010年11月に仮釈放。彼女の釈放日は騒ぎになることが予想され極秘にされた上で警察が国境まで護送。スイスへの入国は禁止されているため現在はフランスで静かに暮らしているといいます。払うつもりのない大金をちらつかせて愛人の気を引こうとしたウィリアムと心ない言葉に逆上し彼を殺害してしまったマルグリット。あなたは2人のようにできもしない約束をきっかけに泥沼にはまってしまったことはありませんか？